は ?33 ギガ入るわけねえだろ。ジェーン最高、命最高、シンシア最高。おはいえなし、突然ですが皆さんお持ちのスマホのスペックはいかがですか？私はカスです。カスは言い過ぎで、数年前のスマホがまだ壊れる気配なく稼働しているのはありがたい限りなんですが、ただ昨今要求スペック右肩上がりの AAA タイトルたちを入れるにはいささかしょぼい端末。当チャンネルでも容量不足で〇〇引退したっていうコメントがちらほらで、今年2月前列ゾーン0ではクラウド版がリリースされていて、そういう強制引退コメントを見るたびに全ゼロのを見習えばいいのにって知った口聞いてたんですけど、本当にこのクラウドサービスっていいもんなのか、使ったことないのに言うのも微妙だなと思ってちょっと使ってみた結果、やっぱええやん、課題もあるけどと思ったので共有します。スペック PC と普通スペックモバイルの2種類で触ってみた映像を流しつつ、何がいいだ何が課題だベラベラ喋ります。早速本編どうぞ。この手の検証はもう見せたもんが全てなので見せます。今ご覧いただいているのは私が動画編集にも使ってるPC で全ゼロクラウド版を操作した映像です。わざわざPC でやる意味なくね？何を確認してんのと思うかもしれませんが、めちゃくちゃあります。理由は後ほど。流しっぱなしで何も言わないのも寂しいんで、通り一辺倒な話を1分早口で喋り倒します。全ゼロとクラウドについて。さすがに全ゼロはもういいですよね。うちでも何度も取り扱ってるので知らんって人は過去動画を参照ください。一応文章だけ載せときます。続いてクラウドのおさらい。通常私たちがゲームをプレイするときってゲームのデータを端末にダウンロードして端末の CPU とか GPU で処理して画面に映してます。だから端末のスペックがいるのが普通。対してクラウドサービスを利用するとどうなるかっていうと、そういうゲームの重い処理を全部サーバー側でやってくれて、その映像だけを端末にストリーミングで送ってくれて、逆にこっちはボタン操作みたいな信号だけを繰り返すという形態です。なので端末のスペックがどんなにしょぼくてもネット回線さえしっかりしていれば OK ってやつですね。そう、今早口で流しましたがめちゃくちゃ大事なことを言いました。端末のスペックがどんなにしょぼくてもネット回線さえしっかりしていれば OK。 そしてこれが我が家のネット回線。どうもこれは雑魚らしい。なのでクラウド版の検証に際して端末のスペックが微妙でもいけるのかという観点以前に、そもそも端末とクラウドをつなぐ回線がいまいちでもいけるのかってところを確認しないとどうにもならんということで、まずはPC& 微妙回線でクラウド版やってみたっていう経緯です。本題、通常版に対してこのクラウド版の描画、皆さん見ていてどう思いますか？私の感想、わかんねー。違いがわかりません。キャラの輪郭線もくっきりしてるし、影の表示もちゃんとしてる。ボンプもちゃんとポヨンポヨンだんな。正直私はもともとゲームの画質そんな気にしない派なので、その目線での所感に過ぎないんですけど、全く気にならないです。アプリ版だとローカルで 60GB の一方、クラウド版はわずか 450MB 以下なんですが、その容量差を感じさせない見栄えですね。ちょうど全ゼロ恒例ガチった時の最強すぎムービー、フューチャリング妄想エンジェルを見たんですけど、いつものピクサー感ある全ゼロ最強ムービーだって感じで、クラウド版でプレイしてることを感じさせずに楽しめました。じゃあ今度こっちからのボタン操作が多くなる戦闘シーンだとどうなるんだっけと思ってデイリーやってみたんですが、なんか気持ちちょっとだけ荒い。いや、なんかもう荒いって言いたいだけな気がする。私個人としては全く気にならないですね。支援についても確かになくはないんですが、極限支援なんかも普通にできますし、プレイ体験に支障をきたさない印象です。いやでもさすがにアプリ版と比較しないと感覚論が過ぎるな。しゃあない。アプリ版を起動するが、これだわ。私にとってのクラウド版最大のメリット。初回起動時の謎待機時間がほとんどないということに今気づきました。通常バージョンアップがあると何十分かのデータダウンロードなりインストールなりがあったり、あるいはバージョンアップがなかったとしてもなんかちょっとした待ち時間あるじゃないですか。コンフィグデータダウンロード中とか、サーバー接続中しばらくお待ちくださいとか、あと全ゼロに限らずデータを更新しました再起動してくださいってちょいちょい出てくるじゃないですか。うるせえよバカ、お前が勝手に再起動しろよって。あれ見るたびにいつも切れてるんですけど、クラウド版はサーバー側の環境が常に最新版に保たれてるので、そういう謎の待ち時間は基本なし。その結果がこちら。デスクトップのクラウド版ショートカットをダブルクリックしてからゲーム内で操作ができるようになるまでの所要時間はわずか23秒。アプリ版も同じように測ってみたんですが、再起動しろとかそういうチャチャがない最速の状態でも35秒かかりました。秒数で言うと12秒って大したことないように感じるかもですが、ランチャーを経由しないのもあって思った以上に早く感じます。この心理的な差でデイリーやるやらないの判断も分かれそうですね。で、アプリ版で数十分ダウンロードとインストールを待った後、やっと起動してバトル画面を録画してみたんですが、確かに見比べるとやっぱり通常版の方が遅延も少なく画質がいいように感じます。なんですけど見比べて初めて確かに違うかもって思った程度で、クラウド版だけプレイしても不快感をほとんど感じず、むしろとっととインできる気持ちよさが上回る感覚だったので、結論、PC 家のいまいちな回線っていう条件ではクラウド版やんけっていうのが私の結論です。ちなみにクラウド版はネット環境が良好だと 60fps の PC ネイティブ解像度をスマホで体験できるらしい。バイホヨバ。いやだから俺は自宅のネット環境が良好じゃないんだって。試せないんだって。何度試しても自宅の回線がポンコツでクラウド版の画質良好な戦闘シーンが撮れず、仕方ないので
でクラウド版使ってるまあまあ回線の視聴者さんに撮ってもらいました。いかがでしょうか。さっきと違ってクラウド版アプリ版と遜色ないように見えませんか。ちゃんと普通の回線があれば 450MB でこれだけの画質になるということ。クラウド版すごいですね。これ私も視聴者さんもまあまあのスペックの PC 使ってるからあんまありがたみを感じにくいかもですけど、多分私と真逆の人、端末のスペックがクソ、回線は普通っていう人だと恩恵マックスなんでしょうね。端末のスペック的にアプリ版でプレイすると最高画質にもできないし、フレームレートも低くせざるを得ない。そういう人はクラウド版にすると端末のスペック不足がボトルネックじゃなくなるので、クラウド版の方が画質丸っていう話になるんだろうなと思いました。思い当たる方いたらぜひ試してみてください。クラウドっていうのは容量不足を補うためだけの存在だと思ってたんですが、マイナスをゼロにするだけではなく、シンプルに戦闘体験をさらにプラスするっていう効果もあるんですね。が、この結論だけでは物足りない。容量を必要としないクラウド版が進化を発揮する、てか発揮しなきゃいけないのはやっぱり PC 版ではなくモバイル版です。もっと言うと電車通勤中とかいまいちな通信環境でどうかってところが大事というわけで、モバイル版電車内でやってみましょう。今回導入したモバイルはこちら。3年前に発売された端末で容量 128GB。アプリ版全ゼロでも入るっちゃ入るんですが、 OS とかのシステムで占有してる分を除いたらクソデカゲーム 1,2 本入れるともうパンパンなので、容量は少ないに越したことはない。入れてみましょう。入れました。スタレ 34GB 全ゼロクラウド版貫禄の 188MB 強すんぎ。じゃあやってみましょう。せっかくなのでログインから。その間にクラウド版の料金形態について説明。結論から言うと当面課金いらねえじゃんっていうのが私の所感。具体的にはまず初めてクラウド版にログインすると全プレイヤーに累計10時間分無料で遊ぶ権利が付与されます。続いてバージョン 2.7 終了まで毎日初めてクラウド版にログインすると30分の無料時間を獲得。10時間プラス30分 ×N ってその時点で当面枯渇しなくねって思わなくもないですが、まあ置いといて。課金要素で言うとバージョン 2.7 期間中モノクローム1980個か3280個か6480個のどれかを初めて買うとクラウド版のフリーパス42日分贈呈。1980個ぐらい普通に買わんということで、10時間プラス30分 ×N プラス42日分で、それとは別に普通の課金手段としては30日間で2600円のフリーパス。このパスに手を出すのはいつになるのか、紹介してない特典とか注意事項とかもあるんで、詳細はクラウド版のゲーム内お知らせを参照ください。金回りの話してたらログインできました。いやー、画質はやっぱり全く問題ないですね。英比地区のゴミゴミした街並みが狭い画面の中でも綺麗に映ってます。移動しててもちらつきはそれほど感じません。メニュー画面とかの繊維についても特にもたつきは感じないですね。留意事項としてクラウド版の設定画面ではモーションブラーとカラーフィルターしかいじれません。画質を落としてでもフレームレート優先したいとかそういう調整ができない点だけ留意って感じですね。じゃあ戦闘見てみますか。陽春子出陣。いや十分だわ。画質の抑えられ度合いは PC でプレイした時とあんまり変わらない感じ。遅延についてはさすがにちょっとカクつく時もあったり、あとはこんな感じで再接続中の表示が出てきては数秒経って元に戻るみたいな感じがあったりしますが、もう一回言うけど今電車内で撮影してるんで、電車内でこんなぐらいのゲームをクラウドで走らせてこのスピード感っていうのは私としてはやるやんって感想の方が先に来ますね。もちろんラグが起こり得る都合上式を防衛戦みたいな高難易度はさすがに電車内ではどうかなって気はしますが、そういう高難易度ゴリゴリやるためには当然デイリー消化とかメインストーリー進めるとかだってやってるんでしょうし、だったら通信環境が良くないところではクラウド版でその辺をやるみたいに使い分ければ問題ないように感じます。それに戦闘のさらに高難易度っていう世界で言うとそういう話をせざるを得ないんですけど、例えば今開催してるパシャジーイベントとかバトルに限らない遊び方もありますし、その辺やる分には全く問題を感じないので、クラウド版っていう選択肢をユーザーに用意してくれてるのは純粋にプラスでしかないように感じました。あともう一つ付け加えると全然発熱しないですね。私のモバイルみたく容量は 128GB で容量面では白標のクリアなんだけど、いざ導入して実行するとモバイルがバカ熱くなって夏場なんかマジで持てなくなるし、夏場じゃないにしてもこれどう見てもモバイルの寿命を削ってんだろ、なんか起動する気失せるわって思う時ありませんか。これがないのもいいポイントかなと思います。で褒めっぱなしなので最後に課題を一つ。さすがに電車内のクソ回線でカクついて高難易度とかできねえぞっていうのはクラウドに全能を求めすぎだろって思うので、そこは言わないんですけど、あえて言うなら金30日間で2600円っていう料金ですね。基本無料のゲームなのにクラウドになった瞬間この仕打ちはねえよって思う人もいるんじゃないでしょうか。その感覚はよくわかるんですけど、個人的にこの件に関して言えばホヨバの肩持ちたくて、そもそも低スペック野郎はされっていうスタンスを取ってもいいところ、クラウド版という選択肢を用意してくれてる時点で褒められこそすれ非難される道理はないかなと。しかも日本地域限定のサービスですし、クラウドだってサーバーの設備やら GPU やら電力やら帯域やら構築運用コストもバカにならんですし、さらに言うと今スマホの値段どんどん上がっていって、直近発売される iPhone も一番安いやつでも10万円、そういうスペックがいらなくなるって考えると30日間2600円っていうプライ
ライシングって別にそんなかなっていう気もします。ただそこはしっかり天秤にかけた方が良くて、30日間2600円ってことは4ヶ月で約1万円ってことは3年4ヶ月で10万円です。なのでもしこういう人、例えば PC では全ゼロやってます。全ゼロ大好きです。今後も数年以上やり続けます。でもモバイル端末のスペックは足りないのでモバイル版でできませんって人なら、全ゼロクラウド版じゃなくて端末買って普通に全ゼロやることをお勧めします。端末買えばそれが資産になりますからね。どちらかというとこのクラウド版が合うユーザーは2種類いると思っていて、一つは PC で全ゼロやってます。 PC の前にいない空き時間使ってデイリーやれると便利なんだけどな、でもデイリーだけのためにうん十 GB も占有したくないんだよなっていう人向け。こういう人は最初の10時間無料枠だけで数ヶ月はデイリー消化できちゃうので、費用面の壁もあんまり気にならないんじゃないかなと。でクラウド版が合いそうなもう1種類はどんな人かっていうと、シンプルに新規ユーザーですね。 PC でソシャゲをプレイするっていう習慣がそもそもない、だけど手持ちのモバイル端末のスペックも微妙で、近年要求スペック的にどんどんプレイできるゲームが減ってきてしまっている。そういう人にとっての全ゼロクラウド版は希望の星のように感じました。このクラウドは PC も対応してますし、同じ容量問題で言えばそっちの助けにもなりますしね。しかもさっきお話しした通り30日2600円のレートと向き合うことになるのって結構後で、最初は無料で10時間プラス30分 ×N、 さらには多少の課金で40日間のフリーパスもつくので、まずはその範疇でみっちりやってみて好きな方を選べばいい。しかも選ぶの別に今じゃなくていい。これが非常に親切だと思います。というわけでまとめ、全ゼロクラウド版は端末スペック不足にあえぐ人への救世主。画質はアプリ版対比で遜色なく、ログインまでの時間が短い点も好印象。支援面の観点から回線が怪しい時は高難易度バトルこそ避けた方がいいけど、デイリー周回やらメインストーリーやら非バトルコンテンツやらには外出時含めて問題なくプレイできました。お値段はまあまあなので、とりあえず10時間無料枠をジャブジャブ使わせてもらって、その快適さに抗えんってなったら今後も払えばいいし、いやもう一生ついてくわって思うんだったら端末買い替えて普通に全ゼロやればいいし、悩んでる人いたらまずクラウド版手出してみたらというのが結論でした。これだけしっかりした仕組みを目の当たりにすると、普通に他のゲームも見習えばいいのにって思っちゃったんですけど、言うは安く行うは形なんでしょうね。全ゼロ動画のくせに全ゼロ本編について1ミリも言わない謎の動画だったので、軽く触れると、ジェーンやイドッチが大好きな私が妄想エンジェル刺さってるかっていうと、そこはご想像にお任せしますが、そんなことよりバージョン 2.7 後半シーシアですよね。ドストレートおっぱいギャル来たー。ちゃんと正確に難があるのが最高。最近実はいい子ってのが多いからな。ちゃんといろんな意味で立たれててくれよ。概要欄にダウンロードリンクあるからダウンロードして一緒にシーシア皆さんの端末スペック事情はいかがでしょうか。端末のせいで苦労したエピソード、引退エピソード、全ゼロクラウド版プレイヤーならその感想など自由にコメントください。今後も先端的な取り組みをしているゲームは実際に手つけてレポートしますので、面白いと感じたらチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おついえなしな。